こんばんは、ボスケです。今回はね、これフルサイズカメラを買いました。私ね、フルサイズカメラってね、ニコンの D810A、 あれをね買った以来ですかね。あれはね、純粋なカメラとはちょっと違うので、ひょっとしたらっていうか、フルサイズカメラ初めてだと思います。ちょっとね、期待しております。それではよろしくお願いします。ハサミがなかったのでメスで開けます。それではミュージックスタート。はい、まずね、保証書が出てきます。保証書よく見ると、ここにはリコーって書いてますね。今同じ会社なんですね、ペンタックスとリコーさん。これはね、説明書でしょうね。はい、ストラップです。ペンタックスって書いてあります。ストラップはね、さすがリコーとは書いてないですね。ここら辺はね、充電池とかですね。で、これは充電器。その他の製品はそれぐらいですね。それではね、本体を取り出したいと思います。ワクワクしますね。はい、じゃじゃん、取り出しました。お、暗い。これで明るいか。はい、取り出しました。ペンタックスのね、フルサイズカメラ、一眼レフカメラですね。K1 です。でっかい。カメラ屋行くとなんかね、小さく感じるんですよね。一眼レフでも広いところですからね。でもね、こうやってね、家にね持ち帰るとね、こんなにでかいんかってね、驚かされます。なるほど、これいいですよ。これ握った感じが右手にねキュッとねフィットしますね。で、ちょうどこのフィットしたところで人差し指を下ろすと、ほらちゃんとねボタンのところ、こういうね設計好きですね。小さいカメラだとね、こういうそういうのはないですよね。このグリップ感だからでこそ、ちょうどね人差し指を下ろしたところにシャッターがあるという、嬉しいですね。それではキャップオープンしましょう。パッカーン。お、どっち回しだ。これ通常のメーカーと開け方違うのかな。回らないですね。どうすんだと。あ、ここを押して回すんだ。なるほどね。知らないで無理して開けるところでした。はい。でね、これね、ミラーレスではないのでね、中にミラーが入ってます。ですので、センサーはね、このミラーの奥の方にあります。センサーは見えないですが、フルサイズセンサーです。さて、何から紹介しようかな。ここ、液晶から紹介しましょうか。まず液晶画面。はい。じゃじゃんと。おお。ここにね4つね足があってね、その足がねなんかこの液晶画面をね自由自在にね傾けることができるみたいです。で、ここはねチルトができるようになってますね。なんかバリアングルっていうほどのバリアングルではないですね。横に傾けて、これ昔持ってたニコンの D5200 だったらね、ここまでパッカーンっていきますもんね。これ自撮りするときないとは思うんですけど、自撮りするときがちょっと分かんないですね。どうやって傾けたら自撮りができるのかな。そんなことはしないのか。でもこれだけ傾けるようになってるっていうのは、以前持ってた D810A の全くねこういうのがないよりはいいかなとは思います。自撮り用ではないってことですね。多分ねこれねいろいろね紹介しようと思ったらもうなんかキリがないと思います。なんかもういろいろボタンがあってね、もう私もねどのボタンがね何の機能してるのかっていうのはよう分かりませんが、特にこれとかはね初めて見るようなダイヤルですね。HDR、グリッド、SR、クロップ、Wi-Fi、クロップ機能があるんですね。ちょっとそれが気になります。もうね個人的にはねオートがあればいいんですが、なんて言ってなんで一眼買うねんって突っ込まれるな。ただね、私はご存知の通り天体写真も時々撮りますのでね、この B バルブのところもね必要になります。基本的にね天体写真以外はあんまりね本格的に写真撮らない人なので、オートがあれば十分だと思うんですが、とは言ってもねこれからねちょっとね勉強のためにね他の機能もいろいろ使っていきたいなとは思います。だからこっちにもなんかボタンがあるでしょ。ロー、F1、AF モード、AF とマニュアル。ここでなんか切り替えれる。これはなんだ。 USB ですね。 USB は B タイプですね。 C ではないですね。あと HDMI とあと DC8.3V、 この辺に端子があって、ここにマイク端子がありますね。こっちがヘッドフォンでこっちがマイクだ。外付けマイクでねいい音でね動画編集できるようになるのかもしれないですけれど、そこまで必要ないかな今の自分には。
それでは次はね、底面ですね。底の部分にはカメラ三脚が取り付けれるようになってますね。いい位置ですね。なんかカメラによってはね、すごいね、微妙な位置にね、ついてたりすることが多いんですけれどね、これは結構ど真ん中ら辺についてます。あとここ、プルって書いてますよ。引っ張ります。なんだこれは。なんでしょう。わからんものを開いてしまいました。虫かい。本当にこの人カメラの解説大丈夫かなって皆さんちょっとね不安になってきたでしょ。はい、ということでね、ここにねバッテリー入れるところがあります。バッテリーは先ほどついてたこれを入れるわけですね。これは充電されてるのかな。意外とねコンパクトなバッテリーですね。まあ今時こんなぐらいかな、大きさは。昔はねもっとバカでかいねバッテリーとかねあったような気がするんですけれど、どんな昔だよ。はい、電源が入るでしょうか。プチン。あ、入った。電源入った。あらかじめねバッテリーねあるみたいですね。入ってたみたいですね、電池が。デフォルトでイングリッシュになってますので、ちょっとね日本語に変えたいんですね。一体ね何カ国語を対応してるんでしょうかね。 1234567 なんでね20カ国語に対応してます。まあ主にねヨーロッパの言語ですね。あんまりね東南アジアの言語とかにはね対応してないみたいですね。それでは日本語を押します。あとは年月日を入れて、2018年ね1月1日になってますね。これね2018年発売なんですね。もう2年経ってしまいましたが、2年経ったでこそまあこの価格で買えたんでしょうかね。私ねこのねカメラね18万3000円くらいで買ってます。時刻までね合わせたらね今度は配色って何の配色だろうな。まあいいや、もう適当にもうこれでいい。はい、ということで基本的なね設定終わったらねもうほぼね電源がねなくなっちゃいましたね。あららら。ということでまあただねどのみちね今日はねレンズまで開封しないのでね、これ以上じゃあ何をするんだっていうことなんです。というわけで今回はねただの開封動画で終わりました。まあまだ時間があるのでねストラップとかもね見てみましょうか。本当はねレンズも買ったんですけれどね、レンズに関してはねそこまでねやるとね多分編集のね体力が持たない。ちょっとね今私ね病気中なんです。何の病気かは言いませんが、そんな死ぬような重病ではないです。ただの感染症なんですが、ちょっとねあんまり言っちゃうとね変に誤解されるようなねものなのでね言いません。変なね悪いことはしてないんですよ。何も悪いことはしてないんですけれどね、なんかねあっちの方にねイメージもいっちゃうようなねやつなんで、だからあえて言いません。ちょっとねストラップ黙って取り付けます。はい、お待たせしました。ストラップつけました。ペンタックスじゃじゃーんって感じですね。いよいよねペンタキシアンっぽくなってきましたがね、実はね私ねせっかくストラップつけたんですけれど、ね、あまりねメーカーがこういう風にね書いてあるストラップってね個人的にはね好きじゃないんですよ。ですのでね今度ね東京行った時かなんかにねまたポパイカメラかなんかでストラップ買いたいなと思ってますが、ストラップ欲しいっていう人がいればあげちゃいます。言いながらあげないかな。はい、今日はねここまでですね。次はねレンズをつけたいと思います。レンズはねもう買ってありますのでね、チャンネルをこのままにしてお待ちください。それではご視聴ありがとう噛んだ。それではご視聴ありがとうございました。